皆さんこんにちは。今日はですね、2号機の速さの秘訣ですか。ついに0秒に出しちゃいました。この間もうあの日に59秒完全に出ました。クリアさえ取れれば。2月11日に、ズーミーレーシングとかという、これはまたすごい速い車ばかりの走行会なので、そこではもう完全にクリアが取れるので、59秒前半を目指そうというふうに、本当に、去年一昨年とどんどんこう進化してます。その、この車でどんなものが開発されたのかを今日は、説明したいと思います。いきます。まず、この車のコンセプトは、ヤシオファクトリーは 35GTR 用パーツにこだわっているので、35GTR 用のパーツをつけるという目的のためのテスト車です。これは一番最初に 35GTR エアフロですね。これはもうだいぶ前につけました。でここに今こういうものがついてるんですけど、これも 35GTR のインジェクターをつけるためのデリバリーキットです。もちろんこれは試作で作った、最初の一発目の試作で作ったものなのでアルマイトもしてません。ですからこんな、これは、燃料タンクから来たホースを1本から2本に分けて両サイドから燃料を入れてます。で真ん中からリターンさせて冷圧レギュレーターを通して燃料タンクに戻すというレイアウトなので、こんなのも量産品はこんな適当ではないです。ちゃんとここに止めてあってもっと、考えて作られています。あくまでもこれ試作なのでこんなプランプランしてます。要するに、お客さんの車と違ってあまりコストをかけたくないので、本来だったらこれ ABS を外してるので、パイプを引いて一本もんで作るんですけれども、 ABS を外しただけでこのブロックをこう解除してます。でこの変なものがついてるのは、これは、昔バンアウトしてる車対、岡部友さんっていう女の方とバンアウト中の車を引っ張るという企画で、それだけのためにこのバンアウトの装置をつけました。こんなのもういらないんですけれども、こういうものもどんどん取っていけば軽量化につながるのでもっと速くなると思うんですけれども、最後にこの3号コイルなんです。これ 35GTR のコイルをつけるための、変換のパーツなんですけれども、本来今までのうちの点火ハーネスを使うとこの中に入らなかったんです。太すぎて。だからここを R をつけてここを通してたんですけれども、うちのミリスペックという天下統一今度新しく作ったんですけれども、そのハーネスにするとものすごい細いんですね。ですから、楽々下を通るという、ミリスペックハーネスと、今までのハーネスの違いです。もう一目瞭然ですね。例えばこういうプラマイの電源線は太くしなきゃいけないと、やっぱり抵抗があるので大電流が流れた場合のことを考えるとこのぐらいの配線が必要かなっていう感じなんですけれども、ミルスペックというのは上銅っていうと、その上等の上に金属の銅ですね、上等な配線の銅を使って、それをさらにスズメッキしてます。で極力配線はすごく細くできるんですけれども、すごい抵抗が低くて、なおかつ大電流を流しても大丈夫なようなものなんですけれども、さらにこの被覆ですね。被覆自体が
その耐熱性、対ガソリン、対オイル性、耐候性にものすごい優れた被覆を使ってます。ですからエンジンルームにずっと入れといても、ほぼ経年劣化しないという、これはもう見るっていうのはもう米軍の規格なんですけれども、それに通ってるという配線なんです。ですからすごいこれ全部細いですよね。ほら4本合わせてもこんなもんです。でまたこの収縮チューブがなんかかっこよくてすごいこうスリムでまたすごい軽いです。これはこういう新しいものをどんどん取り入れていくということで、35GTR のコイルの性能の良さをさらにこういうもので引き出して、やっぱり、この車は一応ノーマルエンジンなんですけれども、真冬だとオーバーシュートでブースト 1.67 かかっちゃうので、エンジンに対して相当ブーストをかけてますから、コイルとかがヤマだと失火しやすいんですね。でそういうことも踏まえて、35のコイルっていうのは、巷に出てるコイルの中では多分最強だと思います。よそから出てる、赤だの黄色だのっていういろんなコイルありますけれども、安物なんていうのは本当に1000円2000円で買えるような、中国製の安物なんですけれども、これはやっぱり日産純正でやっぱりクオリティも高いけれども値段も高いんですよ。でもせっかく失火をさせないために俺たちのチューニングカーっていうのは使うべきだから、そんな安物買ってすぐ失火しちゃうんだったら安かろう悪かろうなわけだから、やっぱり信頼のあるものを使いたいということで、この車は35エアフロー、35インジェクター、35コイル、その3つで、速さの秘訣になってます。この間も、ブースト最高でブースト 1.7 ぐらいかかってましたけれども、安定の火花を飛ばして、込み込みの筑波サーキットの中でですね、0秒2を出ました。ということで、エンジン関係はそれなんですけれども、この車がいかにドリ車なのかっていうところも今ちょっとお見せしたいと思います。足回りはですね、これは、HKS とコラボレーションしているヤシオファクトリーのオリジナルの車庫帳です。フロント10キロを入れてますね、バネはね。で当然のごとくドリ車ですから、ナックルもショートナックルが入ってます。ショートナックルが入ってますからね。で当然ローアームはピロボールが入ってます。でここはただピロを圧入だけではすぐに脱落しちゃうので、ちゃんとピロが落ちない、アームと落ちないように溶接でちゃんと止めてますね。フロントのこのファームレス、これはかなり重要です。左右のピロテーションのこうよれをこれで防いでくれますからね。ということで本当にドリ車なんです、この車。ブレーキも一応エンドレスのチビロクはつけてますけれども、一番安いタイプのチビロクでローターは純正です。ローターは純正タイプを使ってます、ワンピースの。この間新品つけてアタックしましたけど、ブレーキのパフォーマンスは最高です。この前、乗ってすごく実感したのは、この
フロントの、リップスポイラーですね、これを取り付けたことによってなんかすごくブレーキがロックさせてからのコントロールがすごく安定してて、かなり奥までブレーキがいけます。ということで他は何もしてないんですよね。もちろんこのメンバーのラックを前出し加工とか、これも本当にグリップには全く関係ないんで、ドリシャです。でなんかこんなところにこんなステーがいっぱいこの辺ついてるんですけれども、これはこの間オートポリスに行くためにここを下を全部フラットにしました。フラットにしたの方がいいのかなと思ってやってみたんですけれども、やはりちょっとパーツ点数が多くて重さでふらつくので、当然つくばはそんなのいらないので今は全部剥がしてます。ですからフロントパイプもアンダーカバーをつけるためにものすごい一番上まで上げるために、ショート加工とかしてます。当然この車は、レース車両ですから、触媒もついてません。ミッションは2スロクです。これもオートポリスに行く前に新品に変えました。ピカピカですね。リアは、今は、純正スタビを使ってます。純正の、ターボ用ですね。ついこの間まで去年は NA 用を使ってましたけど、今回はターボ用です。ターボ用を使ってます。それとファイナルは、去年の0秒5の時は 3.9 でストレートを4速のまま行ってたんですけれども、今回は 4.1 にして、裏ストレート5速、最終コーナーの途中で4速に落として、1コーナーはずっと4速というレイアウトにしました。もちろんこういうところも全部ピロです。ナックルも全部ピロです。リアの足回りはヘルパー付きの5キロです。本来は4キロがいいんですけれども、4キロだとフェンダーの天井にタイヤが当たってしまって煙もくもくで、オレンジボールを出されちゃうということなので5キロで我慢して走ってます。そしてリアブレーキなんですけれども、本来は32タイプ M とか GTR とかの住友製の、対向ピストン 2ポット、それに変えるのがいいんですけれども、あくまでもドリシャベースなのでこの車は、純正の片持ちの、キャリパーを使ってます。ブレーキパッドは CCRG です。エンドレスの。それにですね、ローター系をフロントと合わせるように大きくして、それで、ちょっと調整はしてるのですけれども、タイムアタックだったら別に何ら問題ないです。レースをやるとどうしてもやっぱりここにソリッドディスクなのでベンチレーターじゃないのでディスク自体の熱がすごく高くなってしまうので、ブレーキパッドの減りが早いというのが難点です。レースはちょっと向いてないんですけれども、ドリシャなのでしょうがないです。それとですね、メンバーはですね、この車に関してはリジットにして搭載してます。ですから中の物資は入ってません。ちょっとデフの話をします。本来は、このパワーで59秒台とかっていう話になってきた時には、デフも、カーボンデフとか立ち上がりがちょっと緩やかな立ち上がり
要はイン側をちょっとスリップしながら立ち上がってくれるみたいな特性のデフがいいんですけれども、そこまでの金銭的な余裕もないので、これはニスモの GT-LSD の、2way ドリフト用を使ってます。ですからそういった本来であればタイムアタック仕様で本気を考えたら、ニスモでいうところの TT っていうカム角がなだらかなタイプがあるんですけれども、そういうものに変えたり、カーボンデフに変えたりとかっていうのもありますけれども、あくまでもそれはもう極限です。ここからさらにタイムをコンマ何秒削ろうかっていう時にそういうものが必要になってくるんであって、この車で59秒ぐらいまでだったら多分そういうのは必要ないと思います。59秒出た暁にじゃあ何をしてもうちょっと削ろうといった時に、そういうパーツも必要になってくると思います。以上です。それとですね、タイムアタックもレースもやっぱりタイヤが命です。去年からこのアドバン052にはすごいお世話になってます。この今、タイヤですけれども、オートポリスで新品を下ろしました。予選アタックを1周して、5周のレースを2回こなして、その後に、つくばでヤリスのタイムアタックをしました。ヤリスの時は結構走りました。10周以上走ったと思います。ベストが4秒0でしたけども、それでこの間、0秒2を出した時に、なかなかクリアが取れなくて7ラップしました。それでこんな感じです。意外と052って溝が最初から薄い割にはライフが長いんですよね。多分このタイヤでも59は出ると思います。でホイールはもうかなり汚れちゃってますけれども、これはもう4年も5年も履いてるアドバン GT です。とにかく GT は軽いので、この052っていうタイヤもすごい軽いタイヤなんですけれども、バネ下の軽量には、有効なパーツですね。いや、このね052っていうのは多分、今タイムアタックをするんであれば、050の GS っていうのがあるんですけれども、あれは特殊すぎて一発タイヤなので、そういうことを踏まえて考えたら今一番もうポピュラーなタイヤじゃないかなって思います。先ほどフロントのリップと言いましたけれども、リアはこのボルテックスの GT ウィングです。意外と俺の車そんな大きい GT ウィングついてないです。これ160センチ幅です。160センチ幅のこのステーに関しては、これは特注で自分で作りました。
もともとオリジナルよりも3センチ5センチ上げました。でこのトランクはうちの GT トランクといってフルカーボンで作ってるものなんですけれども、このトランクでこの GT ウィング、そういう感じですね。それとですね、ドアは、1号機から外したカーボンドアです。これだけでも、ウィンドレギュレーターがついてる鉄ドアと比べると左右で60キロ70キロは軽くなると思います。バケットはブリットのジーグ3貝がついてますけれども、まあそれだけですね、ついてるものはね。で至ってその室内に関して言えばあまり見せたくないぐらい、普通で汚いです。バッテリーもドライバッテリーとかついてません。こんな感じの車で作ってますけれども、まあ、これで、俺の場合はイオン系ついてないです。油圧系だけで見てます。水温とイオンだけで管理してますね。そんな感じで、作ってますけれども、昔は59秒切るって言ったら意外と大変だったんだけれども、なんかノーマルエンジン、ノーマルミッション、2種録ですけれども H パターンの通常のミッション、それで59秒が出ちゃうっていうのは、やっぱりもちろんこのタイヤの性能が相当いいっていうことが、良くなったってことが、原因かもしれないですけれども、本当に、そんなにお金を使わなくてもこのぐらいの車は作れるっていう、なんて言うんだろう、見本になるためにわざといろんなものを雑に作ってるというか、そういう車です。2月の11日に59秒前半出したら、また結果報告します。ということで、皆さん応援のほどよろしくお願いします。